本日の動画は T-REX150 のフライバーシステムの修理と改造です。以前この動画で修理した方からの依頼です。ご依頼品は GRS と MRS が2個です。ちなみに私が修理した MRS は絶好調だそうです。やったね。今回のものはそれとは違うものです。テスト機体はこの T-REX150 でやります。この ESC はもともとは今回の依頼主様のものですね。まずは GRS の作動テストです。バインドは問題なくできました。この GRS の症状は設定はできるがアプリを再度リンクするとサーボの設定がずれるということでした。今モーターがうまく回りませんがスロットルキャリブレーションをすると治ります。 GRS は標準で BL ヘリのプログラムを使っているので他の ESC とは様子が違う起動方法になっています。これを知らないと困惑しますので覚えておきましょう。とりあえずモーターは回りジャイロも作動しています。プロポのスティックキャリブレーションは機体搭載前に済ませています。基本設定を簡単にやってホバリングテストをします。 GRS のアプリ設定は不思議な不都合がよくあるので手順に沿って設定を進めていった方がいいです。メーカーの想定外の手順が入ると何かしらの不思議な不都合が出てくる可能性があります。メーカー推奨の最大ピッチ角は10度です。モーターの軌道が良くないのでスロットルキャリブレーションしました。この時はスロットルスティックを動かす必要はないようです。説明書にも何も書いてありません。スムーズに回るようになりました。 GRS はテールモーターが止まるとスロットルポジションリセットのためのビープ音がします。今のところ問題はありません。ホバリングテストも問題ないですね。ジャイロの設定をアプリで変更したりして様子を見ましたが何度もアプリでリンクしても設定が変わることはありませんでした。とりあえず後日もう一度試してみます。次に MRS です。症状はラダー不良ということです。ラダーが勝手に右に回るそうです。今の段階ではサーボも動きジャイロも正常に作動してますね。モーターの起動もスムーズです。ホバリングテストでもラダーの問題は出ませんでした。おそらく機体の振動でラダーのジャイロが影響を受けたのだと思います。機体の振動低減で問題は解決されると思います。この MRS はテールモーターの ESC を BL ヘリで書き換える依頼を受けたのでこの後書き換えます。最後の MRS はメインモーターもテールモーターも回らないものです。少し見ただけで故障原因らしきものが分かりました。レギュレータチップが基板のパッドから浮いてます。よく見るとパッドが剥がれてる感じですね。でもどうすればこのようになるのか。強力な両面テープを剥がしたのでしょうかね。とりあえずレギュレーターを外してみます。申し訳ないのですがこの日の部屋の温度は30度超えですのでハンダ付け作業は撮影しませんでした。ご理解くださいませ。リードが折れてますね。
レギュレーターチップの再利用は無理です。あらあら、このチップの部品在庫はありません。どうしよう。仕方ないので、私の基板から外しました。お金があればね。剥がれたパッドをできる限り元に戻しました。ソルダーレジストで補強して余計な部分を削り、きれいにレギュレーターチップをハンダ付けできました。残念なお知らせです。せっかく基板を修復したのにアンテナ線が切れてしまいました。うっそ。これは上の基板を外さないときれいにハンダ付けできません。手間はかかりますが、この受信機ボードはアンテナ線が切れやすいのでしっかりハンダ付けしておきました。ここを外さないとハンダ付けできないのはちょっと困りますね。こんな感じで綺麗に仕上がりました。もう10年以上前の製品なので、ハンダも相当劣化していますね。ハンダをやり直せばまだ長く使えそうです。問題なくモーターが回りました。サーボも問題なく動くので、機体に搭載して飛行テストします。問題ないようなので、テールモーターの ESC を書き換えます。ノーマルはフラフラですからね。T-REX150 にベストな BL ヘリのプログラムに書き換えました。